ちは、インドカレー主婦です。夏になると、なぜかココナッツミルクを使ったカレーを食べたくなりませんか？今日ご紹介するのは、そんな夏にぴったりのエビのココナッツカレーです。ココナッツのまろやかさにしっかり効いたスパイスとエビの旨味が合わさり、仕上げの爽やかなレモンのトッピングも効いて、最高に美味しい一皿に仕上がりました。用意するスパイスも少なめで、材料もシンプル。ささっと3、40分で作れるのに、味はしっかり本格的。私の中では、夏の暑さをちょっと楽しめるような、そんな気分が上がるカレーです。では早速、エビの下処理からしていきますね。まず、冷凍のエビは自然解凍して、水気をしっかり拭き取っておきます。そこに、塩とターメリックパウダーを少し。そして、レモン果汁を加えて全体に絡めます。インドでは臭み消しにターメリックパウダーとレモンをよく使われます。次に炒め玉ねぎを作ってカレーのベースを作っていきます。フライパンに油大さじ2から3を加えて熱します。ココナッツオイルが入手できなかったので米油を使用していますが、ココナッツオイルをお持ちの方はぜひそちらを使ってください。ぐっと南インドカレーに近づきますよ。ホールスパイスはマスタードシード小さじ1とメディシード小さじ1/2を加えて弾けてきたら、カレーリーフを入れます。こちらも弾けたら、中サイズの玉ねぎ1個を細かくみじん切りして加え、炒めます。このカレーリーフの香りが、もう最高なんです。去年カレーリーフの木の粉絵を購入したのですが、それまではドライカレーリーフを使用していました。実際に使い比べた感想は、フレッシュと乾燥では、かなり味も香りも違いがあり、もっと早く苗を購入したらよかったなぁと思うくらい、フレッシュなカレーリーフの方が美味しいです。冬は、うまく冬越しできるか不安なくらいな姿でしたが、今は暑さが増して元気いっぱいな姿を見せてくれています。玉ねぎが半透明になってしんなりしてきたら、ニンニクと生姜のペーストを各小さじ2ずつ加えて香りを引き出していきます。5分くらい炒めて、玉ねぎの色が茶色くなり、全体的にまとまりが出てきたら、パウダースパイスを加えます。コリアンダーパウダー小さじ1、レッドチリパウダー小さじ1、ガラムマサラ小さじ1/2です。パウダースパイスはこの3つだけ。でもね、それがまた良いんです。ごちゃごちゃしてない分、エビの旨味がちゃんと引き立つんですよ。フライパンにスパイスが張り付いてきたら、いつものように水をちょい足しして炒めます。2、3分スパイスを炒めたら、次はトマト2個をピューレ状にしたものを加えて炒めます。とろっとしたカレーのスープにしたいので、トマトを多めに使い、ミキサーで滑らかにしています。約5分中火で炒め続けると、だいぶトマトの水分も飛んで煮詰まってくると思います。そうしたら、ここで塩小さじ3/4を加えて、下処理しておいたエビを投入します。エビにスパイスがよく絡むように混ぜてから、蓋をして4分ほど蒸し煮にします。焦げつかないように、時々中を除いて軽くかき混ぜてあげてくださいね。そして、ココナッツミルクを 200ml 加えて、弱火で4から5分、優しく煮込んでいきます。すると、一気にココアとコナツ、南国の香りがしてきます。スパイスの香りはもうすっかりおなじみですが、ココナッツミルクが入るだけで、もうね、香りがとろけるようで、なんだか癒されるんですよね。そして、味見をして、味が薄かったら塩を足して、水分が少ない場合は水を足して調整してくださいね。そうしたら、エビのココナッツカレーは完成です。今日の食卓はいつものカレーと違って南国をイメージさせる香りで心も弾みます。最後にぜひおすすめしたいのがレモンをぎゅっと一絞り。これがココナッツのまろやかさに本当に合うんです。もちろん好みもあると思いますが、このレモンの酸味が加わるだけでぐっと爽やかになって暑い季節にぴったりの最高の一皿になるんです。インド人の夫によると、インドのレストランで出てくるプレートにはよくレモンが添えられているんですが、それってカット野菜にかけるだけじゃなくてカレーに絞って混ぜて食べるためでもあるそうです。
そんなわけで、レモンもぜひセットで楽しんでみてくださいね。ということで、今回はココナッツミルクを使ったエビカレーのレシピをお届けしました。スパイス少なめなのに味は本格的なので、おうちカレーのレパートリーに加えてもらえたら嬉しいです。今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。では、また次回の動画でお会いしましょう。フィルミレンゲージ。